やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は念願の質問コーナーやっていきたいと思います。はい。私は YouTube を始めた頃からいつかチャンネル登録者が1万人を超えたら質問コーナーをやってみたいなっていう風に考えていたんですけど、みんなのおかげでこの企画を実現することができました。ありがとうございます。で、みんなはあんまり楽しみにしてなかったかもしれないんですけど、私はね、いつも YouTube を見てくれてるみんなが私に対してどんな質問を投げかけてくれるんだろうと思ってすごく楽しみにしていました。で、YouTube と Instagram の方で質問を募集したんですけど、みんなから本当にたくさんの質問をいただくことができました。今回協力してくれた皆さん本当にありがとうございます。みんなのおかげでこの動画が成り立っているので、本当にね、いつも質問をくれたり、コメントをくれるみんなに私はすごく感謝しています。ありがとうございます。はい。じゃあ、早速なんですけど、今回の動画はとても長くなりそうなので、前半と後半の2つに分けようかなと思っています。はい。じゃあ早速ですけど、まず前半の質問コーナー始めていきたいと思います。これはみんなからいただいた質問ではないんですけど、簡単に自己紹介をしようかなと思っています。はい。まず、私の名前はくみです。はい。たまに YouTube で、ペコペコさんとか、ペコさんって呼んでもらうことがあるんですけど、はい。私の名前は一応くみっていう名前があります。でも、みんなからペコペコさんって呼ばれるのはすごい可愛いなと思って、嫌いじゃないので、全然久美先生でもペコペコさんでも何でもいいです。何でも好きに呼んでください。はい。そして年齢ですね。先月の2月に26歳の誕生日を無事に迎えました。20歳から26歳までの6年間が本当にあっという間だったなというような気がします。はい。まあコロナがあったっていうのもあると思うんですけど、やっぱり年を重ねるたびに1年の時間がすごく一瞬で過ぎ去っていくような気がしますよね。はい。時が経つのがどんどん早くなっているような感覚がします。でも私は年を重ねることは嫌いじゃなくて、なんかどんどん自分の知識も増えていくし、レベルアップした自分になっていってる気がするので、これからもどんどんレベルダウンしていかないように、年を重ねるごとにレベルアップしていけるような自分でいたいなというふうに思っています。で、多分気づいたら80歳ぐらいになってると思うので、今ね、体が動かせるうちに、元気なうちに、たくさんいろんなことを経験して、死ぬ時に後悔がないように、安らかに死んでいけたらいいなって思っています。はい、次。出身地です。私の YouTube を見てくれてるみんなは、私の出身地について、もう嫌というほど聞いたことがあるんじゃないかなって思います。じゃあみんな、せーので言ってみてください。せーの。はい、鳥取県っていう声が聞こえてきました。そうです。今もね、実際鳥取に帰ってきてるんですけど、はい、大阪に住んでいるんですが、鳥取も、3時間くらいで帰ってこれるので、結構頻繁に、多分平均したら3ヶ月に1回くらいは、鳥取県に帰ってきてるんじゃないかなって思います。それぐらいね、よく鳥取に帰ってきてます。はい。覚えてください。次、仕事についてですね。私は今オンラインで日本語を教える仕事をしているんですけど、この仕事を始めて1年経ちました。あっという間だった気がします。この仕事を始めてから親友みたいな生徒さんがたくさんできました。で、本当に私は一人一人の生徒さんのことが大好きだし、これからもずっと大切にしたいなって思ってます。いつもありがとうございます。本当大好きです。そして、YouTube を見てから私のレッスンを受け始めてくれた生徒さんも何人かいます。なので、みんなももし私のレッスンについて興味があるなって思ってくれた方がいたら、コメントで、そしてインスタグラムの DM の方にメッセージ送ってください。いつでも待ってます。はい。じゃあ次、MBTI について。日本でも MBTI って多分2年前ぐらいからかな、流行りだしたんですけど、みんなは MBTI 診断知ってますか？16タイプの性格にね、
分けるんですけど、私の MBTI は ESFJ という MBTI になります。日本語で言うと領事館っていう呼ばれるような性格タイプみたいなんですけど、せっかくなので私の ESFJ の性格をちょっと簡単に紹介すると、非常に思いやりがあり、社交的で人気がある、常に熱心に人々に手を差し伸べているっていうようないいことばかり書かれていますはい。まあでもどうでしょう。私と一緒の ESFJ の性格の人はいますか？はい。結構私日によって ESFJ になったり ENFJ になったり S と N が変わることがあるんですけど、 N の場合はすごくなんていうの、理想を追い求めるような思考で、 S の場合は現実主義な感じみたいです。私どっちも自分の中にある気がしてて、まあ実際にこのパーセンテージ割合的にも S と N が半々ぐらいだったので、結構 ENFJ よりの ESFJ かなっていう風に思ってます。みんなももし MBTI 診断やったことがある人がいたら、ぜひみんなの MBTI も教えてください。はい、じゃあ私の自己紹介はこれぐらいにして、今からみんなからいただいた質問をどんどん答えていきたいと思います。このパソコンにね、質問をまとめてきたので、ちょっとこっちも見ながらお話ししたいと思います。はい、じゃあまず1番、What are your hobbies? 趣味は何ですか？という質問をいただきました。趣味はですね、まあ旅行です。旅行が嫌いな人なんてまあいないかなっていう感じはあるんですけど、私は特に海外に旅行をすることが本当に好きです。海外旅行と、あと食べることも大好きです。食べることと、サウナに行くことと、あとは英語のドラマを見たりとか、なんか英語の音楽を聴いたりとか、英語に触れてる時間もすごく好きです。はい。なんか結構隙間時間があったら常に英語を聞いて流してるかなっていう感じですね。はい。じゃあ次、2番、英語を話せますか？はい。英語は、簡単な日常会話ぐらいだったら、文法とか、ね、なんか間違いはあるんですけど、そういうのを気にしなかったら話せるかなっていう感じです。全く話せないっていうわけではないかな。はい、1ヶ月間一応ネイティブと英語で会話することはできたので、まあ、全く話せませんとは言わないけど、でも完璧じゃないので、で、アメリカに行った時にすごく自分の英語力に落ち込んだんですよね。なんか、私結構話せる方なんじゃないかって思ってたんだけど、大勢の人たちが集まる場に行った時に、全然自分の気持ち、自分の意見とかを英語でみんなに話すことができなくて、簡単な受け答えしかできなくて、すごい悔しい思いをしました。なので、今ね、アメリカから帰ってきてから、毎日デュオリンゴしたり、チャット GPT とお話ししてみたり、そういう感じで、どんどんアウトプットの量を増やしていきたいなって考えています。みんなも多分日本語一生懸命勉強してて、全然話せなくて悔しいって思う気持ち感じたことがあると思うんですけど、本当に私もその気持ちがよくわかるので、一緒にね頑張っていきましょうね。絶対話せるようになるから頑張ろう。はい、次、先生は日本といろんな国のことが好きだから、将来ずっと住むところといったらどこに住みたいっていう質問をもらいました。この質問はなんか似てる質問ももらってて、もし海外で暮らす機会があればどんな国がいいと思いますかっていうような質問ももらいました。まずね、日本と海外のどっちに住みたいかって言われると、私は昔から海外で暮らすこと、海外で生活することにすごく憧れを持っていたので、いつか海外で暮らしてみたいなっていう気持ちは正直あります。日本から絶対に出たくないとか、絶対に日本がいいっていうような考えではないです。結構柔軟な考えなんじゃないかな、そこに対してはって思ってます。でもし海外に住むとしたら、寒い国じゃなくて暖かい過ごしやすい気温の国がいいかなっていうふうに思います。そう、暑い国はちょっと暑い国で生活するのは大変なのかなって思うんですけど、
それこそこの前行った LA とかは本当に気温がちょうど良くて過ごしやすい気温だったので、多分夏とかはもっと暑くなると思うけど、それでもまだ日本の夏みたいに湿度がね高いわけじゃないと思うから、それぐらいだったら大丈夫なんじゃないかなって思いました。はい。まあどこでもなんかこの国に絶対行きたいとかそういうのはないかな。と思います。私は本当に晴れてるだけでテンションがハッピーになるような単純な人間なので、ちょっと雨が多かったり、寒すぎたりする国には、国では私は生きていけないんじゃないかなって思います。はい、次。ちょっと待って、消えちゃった。先生はアニメキャラクターといったらどんなアニメキャラクターと似てるっていうすごい面白い質問が来ました。ありがとうございます。私は正直アニメをあんまり見ないので、自分の性格と似ているキャラクターがいるかどうかはわからないんですけど、見た目で似てるって言われたキャラクターがいて、それは鬼滅の刃に出てくる禰豆子ちゃん。禰豆子に似てるって言われたことは今までの人生で5回ぐらいあります。全然似てないと思うんですけど、禰豆子に似てるって言われたことはあります。じゃあ次、日本の中でどこに一番行きたいですか？これは多分旅行で日本の中でどこに一番行きたいですかっていう質問だと思うんですけど、日本で今旅行に行くなら、まあちょっと今寒いから私はやっぱり暖かいところに避難したいので沖縄に行きたいかなって思います。私は沖縄の石垣島っていう本島じゃなくて本島の周りにあるちっちゃい島がね何個かあるんですけど、石垣島にしか行ったことがなくて本島にまだ行ったことがないので、沖縄の本島に旅行してみたいかなって思います。で、逆にどこに一番行きたくないっていう質問ももらいました。で、今旅行したくないのはやっぱり寒いから北海道かな。ちょっと3月の北海道はまだ結構寒いんじゃないですか？なので、北海道はもうちょっと暖かくなった時になら行きたいんですけど、今はちょっと寒いからいいかなっていう感じです。はい。でも私一回北海道に行ったことがあるんですけど、本当にご飯も全部美味しいし、景色も綺麗だし、すごくいい思い出になりました。なのでもう一回ね、いつか北海道も行きたいなって思っています。本当みんなおすすめです。北海道旅行するの。はい、次。What's your childhood dream? 子供の時の夢は何ですかっていうことですね。この質問をもらいました。私の子供の時の夢は幼稚園の先生になることでした。昔から本当に小さい子供とか赤ちゃんとかが大好きで、子供と遊んであげたりとかね、あと面倒を見てあげることが好きでした。なので絶対に将来は幼稚園の先生になるって結構私がもう小学生ぐらいの時からずっと言ってたんじゃないかな。で、高校生ぐらいまでずっとその夢を持っていました。でも、私中学生ぐらいから海外の文化とか、海外にすごく興味を持ち始めて、で、高校3年生の大学の進路を決めるときに、本当に幼児教育の道でいいのかなって思い始めたんですよね。もっと自分の可能性が広がるような分野に進んだ方がいいんじゃないかなって思い始めて、幼児教育の方じゃなくて国際的なことを学べる大学に行きました。はい。まあその選択を変えたことは全然今も後悔してないし、その選択をしたからこそ今このね生活ができてるので、はい。あの時その判断をした自分ナイスって思ってます。はい。次の質問は、母国語以外にどんな言語が話せますか？多分英語みたいだけど、どんな方法で言語を勉強したのか気になります。英語だったら日本語と語順が違って難しくなかったか知りたいです。っていう質問をいただきました。言語学習についてですね、これはみんなもすごい気になるんじゃないかなって思うんですけど、まず母国語以外に喋れる言語は英語だけです。はい。中国語も大学の授業でちょっとだけ習ったんですけど、もう全部忘れちゃいました。全然
わかんない。だからほとんど英語だけです。で、どんな方法で言語を勉強したかについてなんですけど、私は、小学校5年生ぐらいから高校生までは、学校の、英語の授業がありました。なので、学校で英語を勉強したっていうのと、あとは、私自身が本当に英語を話せるようになりたかったのと、洋楽とか英語のドラマが好きだったので、それをめちゃめちゃ聞いてました。で、それをシャドーイングしたり、真似したりしてました。それが私にとっての一番の勉強方法だったのかなって思っています。特に特別な勉強をしたわけじゃなくて、なんか塾に行ってたとか、留学で英語を勉強しに行ったとか、そういうこともなかったので、でも話せるようになりたかったので、多分中学校、高校の時とかはずっと洋楽聴いてたし、大学生になってからは、ネットフリックスとかでドラマをほとんど毎日見て、ゴシップガールとかね、すごい好きでした。最初は日本語の字幕で、英語の音声、日本語の字幕で見てたんですけど、もう何週も見たんですよね。で、もう2週目とか3週目になってくると、英語の字幕で、英語の音声と英語の字幕で見るようにして、最初は理解ができなかったんですけど、もうだんだん英語の字幕で見てたら内容がわかるようになってきて、で、今ではもう英語の字幕があったら大体は理解ができるかなっていうところまで来ました。あとは、JLPT みたいな試験が、英語の TOEIC っていう試験があるんですよ。そう。で、その TOEIC の点数が高かったら、日本ではすごく就職活動をするときとかに、TOEIC の何点持ってますっていうのを言えたら、結構待遇が良かったので、私は TOEIC その800点取りたいっていう目標を立てて、それに向けてすごく勉強した時期がありました。なので、学校の授業をちゃんと受けてた。学校の授業を英語が大好きだったから、真面目に英語の授業だけ本当に真剣に聞いてた。それプラス、自分の隙間時間とか空いてる時間に英語にとにかく触れるようにしてた。音楽を聴いたり、アニメを見たり、で、英語の字幕をつけて、リスニングはそれで鍛えたかなって思ってます。あとは TOEIC っていう試験勉強もしっかりしたので、その時に単語力とか文法とかの知識はすごくレベルアップしたんじゃないかなって思ってます。はい。この3つかな、私が主にやったのは。特になんか英会話教室に通ったとか、塾に通ったとか、オンラインレッスンを受けたとかはしてないので、まだ私も全然上手に話すことはできないんですけど、そういうふうに私は勉強をしました。はい。英語だったら日本語と語順が違って難しくなかったかについては、確かに文法的に日本語と英語って全く違うので、順番もね、ほんと真逆と言っていいほど全然違いますよね。でも、なんかそこに対しての葛藤はあまり感じなかった気がします。もう、英語はこう、日本語はこうっていう感じでね、別物で捉えてたので、うん。で、私は本当に英語を勉強すること楽しかったんですよね。なので、なんか全然そこは苦じゃなかったです。ただ単語もいっぱいあるし、もう難しい英語って今でもすごい思うんですけど、はい。語順についてはそんなになんか困った覚えはないです。はい。次。When will you get married? いつ結婚するんですかっていう質問ですね。私はいつ結婚するんでしょうか？わかりません、私も。はい。いつか結婚できたらいいなって思ってるんですけど、別にそんな今すぐに結婚したいって思ってるわけじゃないかな。将来、ただ本当に素敵な旦那さんと結婚して、ね、できたら子供がいて、幸せに暮らしてっていうのが私の将来の夢なので、はい。だから結婚はしたいなって思うけど、いつになるでしょうか？わかりません、私も。次。質問がありません。大好きって言葉を伝えたいです。ありがとうございます。すごく嬉しい言葉をもらいました。ありがとうございます。私もいつも見てくれてるみんなのことが本当に大好きです。次。鳥取での一番好きな思い出は何ですか？
はい。鳥取での思い出は、私22年間鳥取県に住んでいたので、本当にたくさんあるんですけど、今思い浮かぶのは、多分 YouTube でも話したことがあるんですけど、道路の真ん中にレジャーシートを敷いて、地元の本当に仲のいい親友たちと寝転がって、夜星空を眺めたことがあって、それが私はよく覚えてる本当にいい思い出です。鳥取県ならではのことかなと思って、田舎でね、すごい星空が綺麗に見える鳥取県でしかできないことかなって思うので、これは私にとってすごくいい思い出ですし、なんか今でもずっと覚えてる、多分2年前3年前ぐらいにやったことなんですけど、いい思い出になりました。はい、そんな感じです。他にもね、ほんと22年間住んでたんでいっぱいあるんですけどね私にとってはそれがすごいいい思い出になっています。はい、じゃあ今日はこんな感じで質問コーナー終わりたいと思います。だいたい今回半分ぐらい質問に答えることができました。みんなからの質問が本当に面白い質問がたくさんあって、ベラベラ喋っちゃったんですけど、最後まで今回も聞いてくれた人ありがとうございました。はい。次回の動画でまた後半の質問コーナー答えていきたいと思っています。この動画を見て自分も質問したいっていうことをね、何か思いついたらぜひコメントで教えてください。はい。じゃあ今回も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。